その日、生徒たちは気づかされた。階級に支配される無意味さを、図書室に囚われる理不尽さを。ドラマ CD、進撃のスクールカースト、最終話。850年ではない、いつかのどこか。タイタンハイスクールには厳格なスクールカーストが存在した。とある土曜日、様々なカーストに属する生徒たち6人が補習として図書室に集められた。ジョックのライナー・ブラウン、クイーン・ビーのヒストリア・レイス、バッドボーイのジャン・キルシュタイン、ギークのアルミン・アルレルト、ゴスのミカサ・アッカーマン、普通の人のエレン・イェーガーである。彼らは共に同じ時間を過ごす中、何度も衝突を繰り返しながら、少しずつ内面をさらけ出すようになった。そして、それぞれが補習に呼ばれた理由を明かし、その胸の奥に隠された悩みと夢を語り始めるのであった。僕が補習を受けることになった理由は、ごく一部の先生しか知らないし、誰にも言ってない。大っぴらにすると大問題になるからね。お前、一体何やらかしたんだ？実はね、このラップトップワールド君で、アニメの海賊版サイトを作ってしまったんだ。何？アニメの海賊版サイトだと？信じられんな。確かにソマリアあたりでは海賊が横行していると聞くが、まさかこのハイスクールで、アルミンのような人間が海賊家業に手を染めていたとは。それもアニメを狙って。ライナー、知らないなら無理に驚かなくてもいいんだけど。すまん。海賊版っていうのは、正規の方法以外で、アニメなどの著作物を主張する悪質な犯罪よ。1ペニーの金も払わず、こそこそアニメが見放題ってやつか。なるほどな。それは許される行為じゃないな。擁護のしようもない、完全な悪。みんなの言う通りだよ。単に著作権法に反してるだけじゃなくて、一生懸命アニメを作ってきた人たちの心を、保障されるべき権利を侵害する最低の行為だ。アニメが好きで作品を愛する一般の視聴者をも踏みにじってる。なんだってお前みたいな奴がそんなことを。僕みたいな奴だからさ。学校ではギークってバカにされ、勉強やスポーツができるわけでも友達が多いわけでもない。おじいちゃん子で気が弱くて、何か言いたいことがあっても口に出せない、弱くて情けなくて無価値なギーク。そんな僕みたいな奴だからこそ、ネットの中だけでは羽ばたきたかった。はじめは、僕のおすすめのアニメを紹介するだけのサイトだったんだ。でも閲覧数が伸びて、コメント欄でも管理人さんありがとうって感謝の言葉がどんどん多くなっていて、それでもっともっと人気が欲しくなって、少しずつ違法なアップロードをするようになったんだ。そして気がついた時には、完全な海賊版サイトになってた。どうしてもやめることができなかったんだ。いつまずいと気づいたんだ？友達のマルコが忠告してくれたんだ。それは完璧に犯罪だよって。そして僕を止めるため先生にも相談したみたいで。チクったわけか。クソ真面目野郎がやりそうなこったな。でもマルコのおかげで自分がやってることに気づけた。だからすぐにサイトを閉鎖して警察沙汰にまではならなかった。こうして補習を受けることにはなったけどね。まさかアルミンが犯罪者予備軍だったとはな。予備軍じゃない、立派な犯罪者よ。人の外面と内面は全くの別物。仮面を外せば真実が顔を覗かせる。まったく、ただの無気力なオタクに過ぎんと思っていたが。僕にだってやりたいことや夢はあるさ。いつかアニメの聖地
ジャパンの秋葉原に行ってみたいんだ。高層ビルが林立する中、色とりどりのネオンが輝き、アニメキャラのポスターが所狭しと並ぶ憧れの聖地。各国のギークたちが一生かけても買い尽くせないほど巨大でディープなマーケットがある。あのサイトを運営している時は、そんな夢の世界に少しでも触れられる気がしてた。本当はただネットの海に溺れていただけなのに。夢か。今までそんなこと考えたこともなかったな。嘘でしょ。アメフト選手になりたいんじゃないの？その強靭な筋肉、屈強な肉体は。当然、日々のたゆまぬトレーニングで手に入れたものだ。だがこれは別に、アメフト選手になりたいからじゃない。じゃあ、なんでよ。優秀なスポーツ選手として評価され、奨学金をもらうためだ。なんだそりゃ。ずいぶんせこい話じゃねえか。うちは母子家庭でな。俺一人を学校に通わせるだけでも大変なんだ。俺の出身は海の向こう。小さい頃に母親と父親が別れ、俺たちはこっちに移ってきた。それからは苦労の連続だ。母一人子一人。慣れない土地で食べていくのがやっとだった。いつか母さんに楽をさせてやりたい。ずっとそう思って生きてきた。なんだ、散々人のことマザコン呼ばわりしやがったくせに、てめえも人のこと言えねえじゃねえか。ああ、その通りさ。アメフトで活躍するようになったのも、少しでも母さんを喜ばせるためだ。毎日のハードなトレーニングで、鎧のような肉体を作り上げ、キャプテンにまでのし上がった。今のカーストだってそうだ。全校クラブのクラブ長やゴミ拾いのボランティア、生徒の人気集めから先生のご機嫌取りまで、できることは何でもやった。そうして学校の王、ジョックにまで上り詰めたってわけだ。ライナーも苦労してるんだね。そんなあなたが、どうして補習なんかに？前回の試験で、物理の点数にちょっと難があってな。つまり、赤点をマークしたってわけ？ああ、そうだ。いや、じゃなくて、つまり、0点というか。0点？マジかよ。冗談だろ。俺でも17点取ったやつだぜ。実を言うと、勉強だけはどうにも苦手でな。どれだけ努力しても、大体が赤点スレスレ。毎回ギリギリのところで何とかパスしてきたんだ。特に物理は、難敵中の難敵だ。もう何が何だかさっぱりわけがわからん。お前らの言う通り、脳みそまで筋肉なのかもしれん。だからって、0点っていうのは。あの日、試験の最中に、自分がわからなくなったんだ。今までずっと母さんを楽させるためだけに生きてきたし、実際、過剰に期待されてもいる。その期待に応えるために、俺はジョックで、アメフト部のキャプテンで、全校クラブのクラブ長で、いつでも強く正しくいなきゃならない。俺自身に夢はないのか？本当にやりたいことはないのか？そう考えてるうちに、頭が真っ白になって、テストの時間が終わった。名前以外、何にも書けてなかった。まあ、そりゃ0点だわな。いや、そんな状態にならなくても、2桁の点数を取るのは難しかったかもしれないが。アルミ、以前にお前のことを、哀れだと言ったな。でもジャンの言う通り、実際に哀れなのは夢一つない俺の方だ。そんな、ライナーはちゃんと頑張ってるわけだし。何にしたって、結局は裸の王様だったわけか。ほんとバカみたい。おい、そんな言い方ねえだろ。
期待してくれる親がいるだけマシじゃない。私なんか誰からも相手にされないのよ。実の親にだってね。笑っちゃうわね。おいおい、ヒストリア。お前はお金持ちの女王様なんだぞ。そんなわけが。それよ。みんな私が超のつく大金持ちで、学校どころかこの州で一番可愛いからチヤホヤしてるだけ。誰も本当の私なんて見てない。呆れたぜ。随分と贅沢な悩みだな。あなたに何がわかるのよ、ジャン。忘れたお弁当をわざわざ学校まで持ってきてくれるような優しいママのいるあなたに何がわかるっていうの？私は家に置いてあった果物を持ってきただけ。両親は私の食事なんて気にしたことがない。もちろん、一緒に食べることなんか皆無。最後に家族で食卓を囲んだのは私が5歳の時よ。いつも執事に任せっぱなしで、私のことなんかただ家を継がせる道具としか思ってない。親なんだぞ。そんなわけないだろう。いいえ、私はただの道具、人形よ。このまま無関心な親にお嬢様として育てられ、家柄だけのくだらない相手と結婚して子供を産み、ハリボテの家を継いでいくの。親も教師も取り巻きも全部くだらない。心の底からうんざりするわ。スクールカースト？クイーンビー？それが何だっていうの？状況は分かったけど、ヒストリア自身にもやりたいことはあるでしょ。だったら。あなたがそれを言う、アルミ。どういうこと？私もジャパンのアニメが好きなのよ。好きでたまらないの。サンカレアに守護キャラ、シュガシュガルーンなんかベストオブベストよ。マジモジルルモの弁当ボックスだって死ぬほど羨ましい。秋葉原や池袋に行ってアニメグッズを思う存分買い漁りたいわよ。アルミ、あんた言ったわよね。各国のギークが一生かけても買い尽くせないって。そんなことない。私ならできるわ。レイスケの財力に物を言わせて全部買い尽くしてやるわ。でもダメなの。私は家でも学校でも女王でいないとアニメなんか好きになっちゃいけないの。ヒストリア。補習を受けることになったのはアニメ雑誌を万引きしようとして捕まったから。もちろんお金なら持ってた。100冊でも買えるくらいね。でも誰かに買うところを見られるわけにはいかなかった。だから盗むしかなかった。不自由なんだな、女王ってのは。いつかは両親に本当の自分を見てほしい。気の置けない友達と笑い合いながら大好きなアニメのことを夜通し語り合いたい。そんな些細なことが私の夢かな。あんたたちには分かりっこないでしょうけど。ええ、分かるはずない。おい、ミカサまでそんな言い方。でも分かるはずないってことは分かる。あなたと私は違うし、同じ悩みを生きてるわけではない。それでも闇の中にいることは同じ。ミカサ、あなたはどうして補習を受けることに？ヤギの頭を持つ悪魔バフォメット様を召喚し、この世のすべてを焼き尽くさんと放課後の無人の教室で黒魔術の儀式を行おうとした。そして歴史教師に見つかった。はっ、マジかよ。キャラ付けもほどほどにしろっての。あなたには言われたくない。そりゃ悪かったな。でも図星なんだろ。ただのキャラ付けってのはよ。ミカサはなんでゴスに？本当にゴシックが好きなの？それとも何か別の理由でそのカーストに属してるの？ゴスは自分を完璧に支配するため。はあ？どういうことや。もともと私はごく普通の生徒だった。光にも闇にも属さない、どこにでもいる普通の生徒。仲のいい友達と他愛のない毎日を送る。そんな学校生活に何の不満もなかった。でもある日、その友達だけが上のカーストに上がった。すると私は無視されるようになった。下のカーストに属する人間との関わりを断ったわけか。まあ、よくある話ね。そう、よくある話。でも私には耐え難い衝撃だった。その時に気づいた。この世界は残酷だと。だから自分を完璧に支配して戦い続けなければならないと。それでゴスになったってわけか。えらい飛躍だな。ぶ
ぶっ飛んでるぜ。いいえ、オカルトや呪いは心を強く保つのに役立つ。これがあったから私は自分を保っていられた。それに私は東洋人だから髪も黒い。モノクロの服装でも違和感がない。確かに似合ってるけど、何よりゴスは他のカーストに干渉されることが少ない。自分の世界にだけ没頭していれば誰も声をかけてこない。私はみんなに無視されているのではなく、みんなに無視させている。そう思うことができる。で、あえて孤独を選んだ。私は強くなりたい。強くいなければならない。そしていつかは一切の恐れを知らぬ闇の騎士のような強い女になる。まあ、そう頑固になんなくてもいいんじゃねえのか。今こうやってみんなとも話してるわけだし、また別の友達だってできるかもしれねえだろ。そんなもの必要ない。そう言うなって。こうやって本来なら喋るはずのなかった6人が全員本当の気持ちをぶつけ合ってんだしよ。うん？おい、ちょっと待て、ジャン。なんだよ、また仕切りたがる気か？そうじゃない。6人全員って言ったが。まだエレンが何も。俺？俺じゃねえだろ。いるなら会話に参加してこいよ。ちゃんと聞いてはいたよ。途中2回ぐらいトイレに行ったけど。また便所かよ。どんだけ近いんだてめえはじじいか。だよな。いや、実は俺もちょっと心配なんだ。もしかしたらどっか内臓とか悪いのかも。みんなはどのぐらいの頻度で行くんだ？あんたは？私？ああ、もう黙れエレン。便所の話なんてしたくねえんだよ。ねえ、エレンはどうして補習を受けることに？よくわかんないけど、多分この前の歴史の試験を休んだからだと思う。サボったわけか。お前は歴史が苦手科目なのか？それとも何か人に言えない悩みとかがあるとか？いや、単純に忘れてただけ。スミス先生に言われて初めて思い出した。それはあれでしょ。悩みというより自分の夢のことで頭がいっぱいになってたとか。全然違う。本当にただ忘れてただけ。別に夢とかないし。完全なる無。徹底的に普通。普通って悪いのか？俺はこの世界が好きでも嫌いでもないし、悩みも夢も特にない。スクールカーストとか本当にどうでもいい。それでも毎日普通に生きてる。まあ、そうだよな。みんなだってそれぞれ悩みが違うわけだし。千差万別、十人十色。どうしてなんだろうね。みんなそれぞれ違った思いを抱えて生きてるのに、なんで同じような大人になるんだろう。みんな何かに負けてしまうから。そして何かを諦めるから。傲慢で虚飾を張って欺瞞に満ちた醜い大人か。あのさ、実は考えてたことがあるんだ。今ここで聞くのも変だと思うけど、僕たち月曜日にまた学校で会った時どうする？どうするとは？友達だよね。それってこうやって今みたいに話せる関係かってこと？うん。本当に答えてほしいの？聞かせてほしい。無視する。そう。アルミンだけ？それとも全員？全員よ。ここにいる5人とは会ったことも話したこともない。そんな感じ。まあライナーくらいなら別にいいけど。随分な態度だな。でもアニメが好きなんだろう。アルミンと
思う存分語り合えばいいじゃないか。できるわけないでしょ、そんなこと。っていうか、あなただって同じでしょ、ライナー。アメフト部や全校クラブの連中といるとき、美少女アニメの T シャツを着て、マジモジルルモの弁当ボックスを持ったアルミに話しかけられたら、どうするわけ？それは。たとえ適当な挨拶を返したとしても、いなくなった後で悪口を言うに決まってる。なんなんだあのオタクは。ギークのくせに話しかけてくんなよって。そんなことはしない。それに似ていない。だったら、よーアルミン、みんなにも紹介するよ。新しいダチだ。って、取り巻き連中に紹介するわけ。笑い物にされるわよ。間違いなくジョックの座からも転がり落ちる。それでいいの？今まで必死に積み上げてきたのに。もうやめろ、ヒストリア。いい加減にしろよ、お前。あなたたちは嘘つきの偽善者。じゃあ、あなたは不良仲間にアルミンを紹介できる？ミカサとトワイライトのコスプレしてパーティーに行ける？せい、黙れ。できないでしょ？できっこないのよ。私は正直に言ってるだけよ。みんなとなんか仲良くできない。なぜならカーストが違うから。僕みたいなギークの方がマシだね。たとえ変人扱いされても、周りを気にして友達を無視する必要なんてないから。ええ、アルミンの言う通り。ミカサは、僕が話しかけたら無視する？いいえ、他の友達がいても？他の友達はいない。もしいたとしても、あなたを嫌ったりはしない。ミカサ。みんなに言っておきたい。僕は誰も無視したりなんかしない。絶対にしない。それは卑劣な行為だ。何とでも言えばいい。私はあなたと違って女王様。この学校の人気者なの。肩を並べて廊下は歩けない。呆れたな。どこまでうぬぼれが強えんだ。うぬぼれなんかじゃない。事実よ。事実だから辛いの。あなたに私のプレッシャーがわかる。家でも学校でもいつもいい子でいなきゃいけない重圧が。誰からも愛される人気者になるため、いつも笑顔を振りまいてなきゃならない。大好きなアニメのこともバカにしてるっていう態度を取らなきゃならない。もういい加減うんざりよ。ヒストリア、もういい。よくない。何にもよくない。いいわけない。あのさ、取り込み中悪いんだけど。何よ。どうしたエレン。エレンも何かあるの？遠慮せず言ってみてよ。思いの丈を吐き出せばいい。トイレ行ってきていいかな？てめえ、いい加減にしろよ。少しは空気を読んだら。っていうかお手洗いくらい勝手に行けばいいでしょ。勝手に行くとジャンがブーブー文句言うだろう。めんどくさいんだよ、そういうの、本当に。普通のくせに誰よりも変人。そうかな。俺は普通だと思うけど。人よりちょっとトイレが近いだけで。なんかバカみたい。てめえなんかにチラッとでも期待した俺たちが間抜けだったな。もういっそのことトイレで作文書いてきたら？嫌だよ、そんなの。そういえば作文のことすっかり忘れてたな。とりあえずそれを終わらせなきゃね。こうしてまた残酷な現実に引き戻される。じゃあやるか。そうだね。よし、さっさと終わらせて早く帰ろう。だからいちいち式になって。じゃあ俺はトイレに。ああ、やっと終わった。マジ疲れた。手が痛え。ギリギリ間に合ったな。ようやく鳥かごから解き放たれる時。やればできるもんね。まあ私たちなら当然か。みんなほとんど僕に書かせたくせに。なんだお前ら、やっと帰りか。ああ、おかげさまで。リヴァイさんもお掃除お疲れ様です。これが俺の仕事だからな。それよりどうしたガキども。さっきまでとは顔つきが違うが。そうですか？補習を受けてただけですよ。変わり者の5人と一緒に。それはこちらのセリフ。ヒストリアが一番意外だったよね。はあ？
なんか言った？いや、何も。何でもいいが、終わったならさっさと帰れ。廊下が汚れるだろうが。リヴァイさんの言う通りだな。早く帰ってタンパク質の補給とトレーニングだ。僕もワルド君の充電がなくなりそう。ミカサ、あれか？帰りは迎えが来るのか？なんなら俺が送ってくけど。あら、バッドボーイがゴスに優しいなんて珍しいこともあるもんね。うるせえな。もう関係なんだよ。そうだな、エレン。あ、何が？カーストだよ、スクールカースト。もうどうでもいいよ、そういうの。ほら見ろ。こうして様々なカーストに属する6人はそれぞれが異なる悩みと夢を抱きながらも同じように晴れやかな気持ちで学校を後にした。一方、彼らがいなくなった図書室では歴史教師のエルヴィンが書き上げられた作文を確認していた。スミス先生へ。俺たちがやったことを考えればこうして補習を受けるのは当然です。でも自分とは何かなんて作文はくだらなすぎてヘドが出そうです。この学校や先生が決めつけるように俺たちはただのバッドボーイ。クイーン B、 ジョック、ギーク、ゴス。そして普通の人です。でもそれでも俺たちは進み続けます。他の誰かが求める何かではなく、みんなが自分だけの思いを胸にこの世界を、このスクールカーストを。それは先生の言う正しい道ではないかもしれません。でもそれでもどこかの未来には通じているはずです。誰にも決めつけられない俺たちが自分たちで選んだ未来に。どこまでもバカな奴らだな。エルヴィンは妙な笑いで去っていった。誰もいない図書室には窓から夕日が差し込み、6人の残した作文を金色に染め上げていた。それぞれの明日への思いを照らすように。ドラマ CD 進撃のスクールカースト。出演エレン・イェーガー、梶裕貴。ミカサ・アッカーマン、石川由依。アルミン・アルレルト、井上まりな。ジャン・キルシュタイン、谷山紀章。ライナー・ブラウン、細谷義正。ヒストリア・レイス、三上しおり。エルヴィン・スミス、小野大輔。リヴァイ、神谷博史。ナレーション井上まりな。以上の皆さんでお送りしました。